自動車メーカーを転職して大手一金属メーカーでデータ解析をしながら趣味で動画を作っているバレーボール大好きアラフォーの私京介がお送りいたします。突然ですが質問です。皆さんは税金を払っているでしょうか？特に社会人の方は多くの税金を払っていると思います。食品や住宅の値段も上がっているのに給料はそんなに変わらない。こんな状況なのになんで税金をたくさん払わなくちゃいけないんだよって思っている方も多いのではないでしょうか。例えば払っている税金は何かというと、所得税や住民税などですよね。これらの税金を少しでも減らしたいと思いますよね。そこで重要なキーワードとなるのが控除です。これは国が決めたルールに従って合法的に税金を減らすことですね。なので節税って全然ずるいことじゃないんですね。今回の動画では節税のコツを徹底的にまとめた節税の全技という本をもとに賢く節税する方法をご紹介していきたいと思います。そもそも節税なんていうものがなぜあるのかということを考えたことはありますか？それは国がこういう人には負担を軽くしてあげようっていう政策の意思表示だからなんですね。例えば住宅ローン控除ってありますよね。あれは家を買ってくれた人の税金を少し軽くするよという制度ですが、その裏にはちゃんと狙いがあるんですよね。つまり住宅産業を元気にしたい、景気を良くしたいという国の思惑があるから控除してくれるんですよね。ここでさっきから控除って言ってますが、この控除って何なんでしょうか？ズバリ控除とは差し引くということです。そしてこの控除には大きく分けて2種類あるんですね。一つ目が所得控除です。そもそも所得って何だと思いますか？これは収入から必要な経費を引いた儲けのようなものです。例えばあなたが1年で600万円の給料をもらったとします。この600万円が収入ですが、そこから社会保険料とかいろいろな必要経費が差し引かれますよね。そういったものを差し引いた後に残った金額、これが所得なんですね。で、この所得に対して税金がかかるんですが、その時に使えるのが所得控除です。でも、ここで注意してほしいのは、控除額イコール節税額ではないということです。例えば10万円の所得控除があっても、10万円がそのまま節税できるわけではないんですね。税金の割合、いわゆる所得税率が 20% の人なら2万円、30% の人なら3万円分の税金が減るという感じです。ちなみに給料が高い人ほどこの所得税率が上がっていきます。二つ目に税額控除です。これは強力な控除ですよ。なぜなら税額控除が5万円なら税金が丸ごと5万円減るからです。ちなみに私たちって税金をどこに払ってるのかって考えたことありますか？実は国と地方自治体の両方なんですね。この地方自治体っていうのは県や市のことですね。国に支払う国税には先ほど説明した所得税や買い物した時に支払う消費税などがあります。要するにあなたが頑張って稼いだ給料や購入した製品に対して課せられる税金はお国のために使われるということですね。一方地方税には住民税、自動車税、固定資産税などがあります。住民税はざっくり言うと地域の暮らしを支えるために使われるお金ということですね。この税金は給料が高くなれば支払う額も上がるので、その地域にお金を稼ぐ人がたくさんいると地方の財源が潤うということになりますね。ちなみに自動車税は地方税で、自動車重量税は国税なんですね。これちょっとややこしいですよね。それでここからは今すぐ絶対にするべき節税についてご紹介していきますね。いつものようにストーリー形式で説明していきたいと思います。登場人物は金子さん38歳です。年収は600万円、未婚の方です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ちなみに言っておくと、金子さんが今回の控除をすべて適用すると、年間でざっくり約20万円は節税できます。本当ですか？ご説明よろしくお願いいたします。金子さん、サラリーマンが今すぐできる節税って何があると思いますか？配偶者控除とか扶養控除とかそういうのですかね。そうですよね。そのあたりは基本的な節税策ですよね。例えば結婚していれば配偶者控除、親と一緒に住んで生活を支えていれば扶養控除というふうに、それぞれの状況に応じた控除があります。会社に勤めていれば年末調整で基本的に抜け漏れなくチェックしてくれるというふうになっています。僕は一人身なのでそこら辺は該当しませんが、他に何か控除できるものはありますか？はい、もちろんありますよ。その一つが生命保険料控除です。
なぜそれは控除対象なんですか？国の財源には限りがあるので、老後や医療費に不安があるなら自分でも備えてくださいねというふうな考え方があるんですよ。だから、それを応援する意味で、生命保険や医療保険、個人年金に加入している人には、税金を安くする特典、つまり控除がついてるんです。ちゃんと備えてる人は優遇されるんですね。そうなんですよ。特に個人年金保険は老後の備えなので、掛け捨てじゃなくて積み立て型なんですね。内容もいろいろあって、円建てのものもあれば、ドル建てで積み立てるタイプもあります。ドル建てとかちょっと難しそうだけど興味はあります。ドル建て保険っていうのは簡単に言うと、日本円をドルに変えて、ドルで積み立てておくというふうに考えてもらえれば OK です。ちなみにこの生命保険料控除は所得税にも住民税にも両方に適用されるというふうになってます。おー、ダブルで効果があるんですね。例えば新個人年金保険料控除の場合、年間8万円以上支払っていると最大で4万円の所得控除が受けられるんですね。そこに所得税率 20% をかけると約8000円の節税になります。さらに住民税は控除額の 10% が軽減されるため4万円 ×10% で約4000円の節税となります。合わせて約1万2000円の節税になると考えられます。それ、めちゃくちゃ節税できるじゃないですか。ですよね。新個人年金保険料は60歳以降に年金のように分割して受け取るという仕組みになっております。つまり払った分は将来返ってくるタイプの保険なのでやらないと損ですよね。次のサラリーマンが今すぐできる控除は小規模企業共済等掛け金控除です。名前は聞いたことあるけどよくわからないですね。これはもともと中小企業の経営者や個人事業主のための控除だったんですが、今では会社員も対象になったんですよ。なんでですか？なぜなら国は自分で老後資金を積み立ててる人を応援したいからなんですね。要するに、老後に国に頼りすぎないでってことですね。そういうことになります。金子さんにぜひやってほしい節税は2つありまして、1つが企業型 DC、もう1つがイデコです。企業型 DC は会社が用意してくれる年金制度で、イデコは個人で加入する制度です。なるほど。イデコは20歳以上60歳未満なら誰でも加入できます。企業型 DC もイデコも一度積み立てた掛け金は原則60歳になるまで引き出せません。どっちも老後のために積み立てる制度だから60歳まで引き出せないってことですね。おっしゃる通りです。そして受け取り方で60歳以降の控除額が変わるんですが、ここでは割愛しますね。わかりました。それから2022年10月からは企業型 DC とイデコの併用も無条件でできるようになりました。例えば企業型 DC に加入している会社員なら月2万円までイデコも積み立てられます。もし企業型 DC とイデコの両方に加入するとどれぐらい節税できるんですか？例えば金子さんは年収600万円の会社員で企業型 DC を月 1.5 万円、イデコを月2万円積み立てている場合、年間で約13万2000円の節税効果が期待できます。そんなに節税できるんですか？はい。企業型 DC の拠出金は給与所得から差し引かれるので、所得税と住民税を合わせて約4万5000円の節税になるんですね。ただしこの節税効果は年末調整や確定申告で戻ってくるお金ではなくて、給与から転引きされる税金がもともと減る形なので、お金が戻ったという実感はあまり得られないかもしれません。一方、イデコの掛け金も所得控除として扱われ、こちらは約8万7000円の節税につながります。3つ目の節税方法はふるさと納税です。これ聞いたことありますか？聞いたことはありますけど、やったことはないです。ふるさと納税っていうのは自分の応援したい地方自治体に寄付する制度なんですね。ざっくり言うと寄付する代わりにいろんな土地の特産品を合わせて2000円で買えるようなイメージですね。厳密には節税というより来年支払うはずだった税金を前払いしてその使い道を自分で決めるみたいな感じなんですよ。自分で使い道を決めるっていうのはいいですね。そうですよね。しかもこれは税額控除といって最終的な税金の額からそのまま引けるので他の所得控除よりも効果が強力なんですよ。
例えば年収600万円の金子さんが上限の約4万9000円を寄付した場合、自己負担は2000円だけで残りの4万7000円が控除されます。それってほぼ全額じゃないですか。そうなんですよ。しかもそのうち約4700円は所得税の計算で差し引かれ、残りの約4万2300円は翌年の住民税から直接差し引かれる形なんです。なるほど。主に住民税に関係してるんですね。そうです。ふるさと納税は地方自治体への寄付なので、主に住民税から差し引かれるんですね。それで返礼品ももらえるんですよね。はい。なのでざっくりと4万9000円分の返礼金を実質2000円で手に入れるイメージです。それかなりお得ですよね。ただ寄付先が5自治体以内ならワンストップ特例制度が使えて確定申告不要なんですが、それを超えると確定申告が必要になる点は要注意です。なるほど。そこには気をつけます。はい。まとめますと、今回金子さんがこれらの控除を適用するとこんな風になります。皆さんもこの中でまだ行っていない節税はあったでしょうか？めんどくさくてやってない、時間がなくてできてないという方も、ぜひ隙間時間を作ってやってみてください。これらの節税は早ければ早いほどお得です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。